さんこんにちは。まーちゃん日本語ポッドキャストのまーちゃんことまゆかです。このポッドキャストを今日初めて聞いてくれた人も、いつも聞いてくれている人も本当にありがとうございます。このポッドキャストは日本語の先生を目指して勉強中の私が、日本語を勉強している皆さんに向けて、日本語や日本の文化、日本で暮らしている私の日常の出来事について、すべて日本語でお話をしています。なので、この配信を使って日本語を聞く聴解の勉強をしたり、さらに YouTube ではスクリプト付きの動画として配信しているので、日本語を読む読解の勉強もできますよ。私の配信が日本語を勉強する皆さんのお役に立てば嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。このポッドキャストを撮っているのは2024年の11月26日です。日本はね、もう結構寒くなってきましたね。今撮っているのは朝の8時くらいなんですけど、気温がね、今6度くらいしかないですね。結構寒くて、もう朝起きたら、もうすぐこたつの中に入ったりしますね。こたつがないとちょっともう寒いかな。朝すごい寒いですね。はい、こんな風に寒くなってきたということで、今日のテーマは、日本のクリスマスってどんな感じ？というテーマです。皆さんの国ではクリスマスはどんな日ですか？日本のクリスマスは海外の人から見るとちょっと変わっているのかなと思ったので、今日はその特徴や文化についてお話ししてみますね。まず、日本のクリスマスは家族で過ごす日というよりも恋人や友達と過ごす日と思っている人が多いんです。もちろん家族で過ごす人もたくさんいますが、特に恋人同士にとってはもうとっても大事なイベントで、恋人がいる人はクリスマスに恋人同士で過ごすっていうのはまさに暗黙の了解というやつなんです。暗黙の了解というのは、例えば今回のクリスマスを例にしてみると、クリスマスの日に一緒に過ごそうって約束しなくても、恋人同士だから一緒に過ごすに決まっているよね。言わなくてもあなたもそう思っているよね。という意味の言葉です。ネットで調べてみると、言葉に出さなくても双方が同じ認識を持っているという意味合いがありますって書いてあるので、やっぱりクリスマス一緒に過ごすってあなたも同じ気持ちだよね。だから言葉に出さなくても言わなくてもわかるよね。という感覚だと思います。暗黙の了解。ちょっと難しい言葉ですが、テレビで流れてきたり、たまに聞いたりする言葉なので、もしよかったら覚えてみてくださいね。そして12月25日のクリスマス当日よりも、クリスマスイブの12月24日にデートをすることが多いです。11月くらいから街には綺麗なイルミネーションが飾られて、とっても綺麗でロマンチックな雰囲気になります。例えば東京では表参道や六本木などで綺麗なイルミネーションが見られますよ。まるで映画の中みたいでとってもロマンチックですよ。そして日本のクリスマスといえばやっぱりクリスマスケーキ。ケーキ屋さんでホールケーキを予約する人も多いです。一番人気なのはショートケーキ。いちごと生クリームが乗ったケーキです。最近ではいろいろな種類のクリスマスケーキが売っていて、チョコレートケーキやチーズケーキ、あとはアニメキャラクターの絵が描かれたケーキとかもありますよ。おまけのグッズがついたケーキとか、もうたくさんの種類から選ぶ楽しさもあって、私も毎年どれにしようか予約の期限ギリギリまで迷っています。そしてもう一つ面白いのは、クリスマスにフライドチキンを食べる文化。
ケンタッキーフライドチキン知っていますか？実は日本ではクリスマスといえば KFC というくらい人気があります。クリスマスの日に確実に受け取れるようにみんなフライドチキンを予約しておきます。これって結構海外の人はびっくりするポイントかなと思います。KFC だけではなく日本のスーパーでもフライドチキンやローストチキンなどが売っているので、クリスマスの日はテイクアウトしたものを持ち寄って友達とクリスマスパーティーを楽しむ人もいますよ。そして日本ではクリスマスは祝日ではありません。だからクリスマスの日が平日だと普通に仕事や学校がある人が多いんです。クリスマスを楽しむのは基本的に夜というイメージですね。クリスマス当日は普通の日と同じように過ごしますが、仕事帰りにイルミネーションを見に行ったり、クリスマスディナーを楽しんだりします。どうでしたか？日本のクリスマス、ちょっと面白いと思いませんか？もし日本に来る機会があったら、イルミネーションを見たり、ケーキを食べたりして楽しんでくださいね。もしクリスマスについて質問や感想があれば、ぜひコメント欄に書いてください。皆さんからのコメント楽しみにしています。そして、このポッドキャストが面白いなと思ってくれたら、高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。短い時間でしたが、聞いてくれて本当にありがとうございました。とっても嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。さようなら。